はいどうも、ゆばです。こちらは我が家の30センチキューブ水槽。中には小型魚が多く入っていて、プリステラと赤ヒレとグリーンネオンテトラとファイアテトラ、あとプリステラの稚魚が結構前の方出てきてます。あとは見えないけどオトシンクルス、オトシンクルスとサイアミさん。結構生態は入ってるんですけど、この水槽全然苔が発生しません。かなり状態は安定してると思うんですが、その苔発生しない要因はやっぱり水草の量かと思います。今この映像を見てなんかおかしくないかって思う方もいると思うんですよ。真ん中暗くないみたいな、そんな風に思った方は大正解。この水槽ですね、現在こんな感じでパールグラスが大変なことになってるんですよ。先ほど暗かったのはこのパールグラスが光を全部遮っちゃう。遮った挙句こいつらが全部光を吸収してより一層成長しちゃうっていう悪循環。ちょっと前まではこんなことになってなかったんですけどね。いつの間にかパールグラスが大繁殖してます。餌あげる時とか、この前面の3センチぐらいの帯、ここしかないんですよ。これは大変。おかげで魚飛び出さないんでいいんですけど、これね、なんとかしないと水槽としてどうなんだっていうところなので、今回はこの増えすぎたパールグラスをなんとかしていきます。ここまでパールグラス増えてたら、さすがに苔も生えないですよね。さあではトリミングしていきましょう。僕は作業するときにこんな感じの道具を用意して作業に取り掛かります。まずは当然水草を切るためのハサミ。今回は長めのカーブタイプのものを使います。使いやすいか使いづらいかっていうと何回も使ってるんですけどなかなか慣れません。そして切った水草をボンボン突っ込んでいくためのトレー。ある程度深さがあった方が水が漏れなくていいです。そしてバケツ2種類。これは水草を切った後に水替えするんですけど、排水する水と新たに足す水。一応2つ用意しておきます。そしてこれ大事ですね。タオル。タオルはね、腰のあたりに差し込んでおくととても便利です。こういうバケツとかにかけておくと、いちいち体勢をしゃがんで、やーってやって戻す。これ結構ね、毎回スクワットするから大変ですよね。自分の体に巻きつけておきましょう。こんなもんかな。じゃあ作業していきましょう。しかしよくもここまで伸びたもんだ。なんか切るのがもったいないぐらいですね。このパールグラスの下にはニムファミクランサとか眠ってるので、これはがっつり切っていこう。よっ。切れてんのかなこれ。ちょっと待って。切れてんのかい？がっつり切りたいんだけど。よいしょ。長いね。全然切れないぞ。どうなってんだ？ちょっと。ここにね、ストレーナーが眠ってるんですよ。よく今まで機能停止せずに頑張ってたな。取れた。大量。もうね、あれですよ。しのごの言ってらんないですよ。とりあえず切らないとなんともならんから、がっつり。よっ。こっちをだいぶスッキリしてきたね。しまった。外部フィルター止めとくんだった。足でレバーを倒す。 VX シリーズはなんと足でレバーを操作すると手を使わないでフィルターを止めることができる。一時的にね、ずっと止めてたらモーターに負担かかっちゃうので一時的に止めとく。よし、だいぶ出てきたね。しまった。網とか用意してなかった。だいぶすっきりしたんじゃないか。いいですね。だいぶ日の光を浴びたニムファミクランサ。なんとか頑張って成長してくれてるな。あれ、ちょっと網がないんだけど、誰か持ってった？いつもの収納ないな。でかいのしかないぞ。どこ置いたんだ？ないわ。なんでないんだ？あんなものそこら辺に置いとくわけないのに。
いいか、このちょっとでかいのですくっていきましょう。よいしょ。でけえな。これはでけえな。ああ、やりづらいぞ。よいしょ。これは大変だ。もう画面がほとんど網じゃん。とりあえず OK。 これはバケツによっ。さあ、では今度はこれをいい感じに整えていきたいんですが、この辺りからいくか。あ、ちょっと待って。大丈夫かこれ。初手でミスった気がするけど。よいしょ、よいしょ、よいしょ。だいぶスッキリしたんですけど、この赤い水草、ルドビジアスーパーレッドがだいぶ目立っちゃってるので、これをここら辺からカットして、こっちのやつもカットして、これも長いかな。これも切るか。カットして、これは奥の方に植え直しましょう。よし。OK。だいぶすっきりしましたけど、まだパールグラスが多いんですよね。この岩の後ろ、この辺りがっつり抜いちゃいますか。あ、全部ちぎれちゃった。パールグラスは根の張りがすごくて、よいしょ、すんなり抜けてくれればいいんですけど、切れちゃうね。そして汚れが舞う。いやー、切れちゃうね。定期的にやっておきたいはぐれパールグラスの除去。ここら辺にこれですね。なんかパールグラスが予想しないところから生えてくるんですよね。これをほっとくと結構目立つ存在になっちゃうので、定期的に抜いちゃいます。これが普段目立たないんですけど、よく目を凝らすといろんなところから生えてくるんですよね。よいしょ。これ成長しちゃってる。この切った水草は燃えるゴミとして処分をします。ビニール袋に入れて燃やせるゴミか。自治体によって違うかな。すごい量ですね。よっ。入んないか。よっ。ひょっとしたら欲しい人もいるかもしれないパールグラス。今回は心を鬼にして燃えるゴミとして処分をします。多分ロタラコロラタとかもね混じってるんですけど、ここまで大量だとね選別ができないので、全部燃えるゴミで処分です。こんな感じかな。さあ、そしてラムズホーンが脱走している。こっちの水草にも大量についてるとは思うんですけど、これは見なかったことにしましょう。ここに残ったラムズホーンは元の水槽に戻ってもらいましょう。よし、ほい、戻れ戻れ。ちょっと餌じゃない、それ餌じゃない。やばい、赤ヒレが餌だと思って食いついてくる。よし、戻れ戻れ。アベニーちゃんにあげればよかったのか。よし、これで水草の処理も完了。はい、こんな感じでバッサリ切りました。めちゃめちゃ疲れた。この後に水草を切った後の養分まみれの飼育水を半分ぐらい抜いて、新しい水を補充します。その工程は撮影するまでもないと思うので、今回はこの辺りで動画を終了にしたいと思います。だいぶ明るくなったんですけど、1個残念だったのが、プリステラの稚魚が2匹いたはずなんですけど、1匹しか見当たらないですね。ひょっとしたら伸びきった水草の陰に隠れてるのかなと思ったんですけど、ここまで切って姿を見せないということは、多分もうエビの餌になっているんじゃないかなと思います。それでも1匹生き残っているので、あの子の成長を見守っていきます。というわけで今回の動画は以上です。何の変哲もない水草を切るだけの動画だったんですけど、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。バイバイ。